こんにちは、はるなです。この動画はリスニングとスピーキングを同時に上達することができます。最初にちょっと見てみましょう。これは学校です。これは学校です。これは学校です。This is a school. これは学校です。その後、リピート練習、シャドーイング練習もしてスピーキングのレベルも上げましょう。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。あそこに人がいます。あそこに人がいます。あそこに人がいます。There is a person over there. あそこに人がいます。この道は長いですか？この道は長いですか？この道は長いですか？ Is this road long? この道は長いですか？朝、靴を履いてから外に出ました。朝、靴を履いてから外に出ました。朝、靴を履いてから外に出ました。I put on my shoes in the morning and then went outside. 朝、靴を履いてから外に出ました。ドアの前に小さな箱があります。ドアの前に小さな箱があります。ドアの前に小さな箱があります。There is a small box in front of the door. ドアの前に小さな箱があります。今日は雨が多くて道が混んでいました。今日は雨が多くて道が混んでいました。今日は雨が多くて道が混んでいました。It rained a lot today, so the roads were crowded. 今日は雨が多くて道が混んでいました。この文を読んで正しいところを選んでください。この文を読んで正しいところを選んでください。この文を読んで正しいところを選んでください。Please read this sentence and choose the correct part. この文を読んで正しいところを選んでください。母は夕方の買い物に行く準備をしています。母は夕方の買い物に行く準備をしています。母は夕方の買い物に行く準備をしています。My mother is getting ready to go shopping in the evening. 母は夕方の買い物に行く準備をしています。先生は次の活動についてご説明になりました。先生は次の活動についてご説明になりました。先生は次の活動についてご説明になりました。The teacher explained about the next activity. 先生は次の活動についてご説明になりました。作業中に音がして集中できませんでした。作業中に音がして集中できませんでした。作業中に音がして集中できませんでした。There was noise while I was working and I couldn't concentrate. 作業中に音がして集中できませんでした。急いで立ち上がったので椅子を倒してしまいました。急いで立ち上がったので椅子を倒してしまいました。急いで立ち上がったので椅子を倒してしまいました。I stood up in a hurry and ended up knocking over the chair. 急いで立ち上がったので椅子を倒してしまいました。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。あそこに人がいます。この道は長いですか？朝、靴を履いてから外に出ました。ドアの前に小さな箱があります。今日は雨が多くて道が混んでいました。この文を読んで正しいところを選んでください。母は夕方の買い物に行く準備をしています。先生は次の活動についてご説明になりました。作業中に音がして集中できませんでした。急いで立ち上がったので椅子を倒してしまいました。
シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。あそこに人がいます。あそこに人がいます。この道は長いですか？この道は長いですか？朝、靴を履いてから外に出ました。朝、靴を履いてから外に出ました。ドアの前に小さな箱があります。ドアの前に小さな箱があります。今日は雨が多くて道が混んでいました。今日は雨が多くて道が混んでいました。この文を読んで正しいところを選んでください。この文を読んで正しいところを選んでください。母は夕方の買い物に行く準備をしています。母は夕方の買い物に行く準備をしています。先生は次の活動についてご説明になりました。先生は次の活動についてご説明になりました。作業中に音がして集中できませんでした。作業中に音がして集中できませんでした。急いで立ち上がったので椅子を倒してしまいました。急いで立ち上がったので椅子を倒してしまいました。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。母に言われて買い物に行きました。母に言われて買い物に行きました。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。もっと練習したい方はメンバーシップ限定の動画もチェックしてください。英語を聞いて日本語の文を作る練習で1週間の学びをしっかり復習できます。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。